皆さんこんにちは、ももちです。今日は一人でお部屋からの撮影なんですけども、ちょっと珍しい感じですね。で、今日は何をやっていくかというと、結構以前からちょくちょくねコメントでもいただいてたんですけども、私のバッグの中身紹介、ちょっとなまっちゃったバッグの中身紹介をバッグの中身紹介をしたいと思います。結構ね、ありがたいことにたくさんコメントいただいてて、私ちょっと今回は単独で紹介させていただくっていう形ですね。もし気になる方がいましたら、ぜひ最後までご視聴くださると嬉しいです。それではバッグの中身紹介やっていきましょう。はい、じゃあ早速まずこっちのバッグの中身から紹介していきます。じゃあ一番手前のこのちっちゃいとこから紹介していきます。開けましょう。結構このバッグももう2年ぐらいは使ってて、だいぶね、それでもまだ結構綺麗なので状態は。ではこの中から、まずこの中にはじゃん、ヘラシート。これうちらのチャンネルではるかフィッシングと金谷町交遊戯録でコラボしたヘラシートですね。この赤はね売ってないんですよ。限定でね、私限定で作ってくれたね、これ宝物です。あとこれはメジャー、台湾のメジャー。これさ、すごいコンパクトに折りたためてめっちゃいいです。続いて日焼け止めだね。これ日焼け止めは大事、塗り直しとかするからね、よく。で、あとこれポーチ。このポーチはね、何が入ってるかっていうと、ティッシュとかウェットティッシュ、あとこれゴミ袋。結構さ、釣り場でゴミを落ちてたりとか、あと自分のゴミとかを捨てるのにこれを必ず持ってます。こんな感じです。で、ここはあとはこれだ、玉編みの匂いが消えるスプレー。これと、あとこれは名刺だね。うちらのチャンネルの名刺を貼ってます。ここは以上です。次、これ反対側にはタム編み、ガマカツだね。これガマカツのタム編みケースにタム編みを入れてます。はい、それではじゃあメインになりますね。メインのコーナー。メインはこんな感じで収納されてます。もうね、超ぴったりでね、これをね見るたびに気持ちがいいんですよ。じゃあまず小物。これはバニーウォークのサングラス。私が使ってるのはね、このカラーです。これは浮き専用のサングラスなんで、浮きがすっごい見やすいんですよ。赤とか黄緑がはっきりと映るっていう感じになってるみたいですね。次はこれシマノのライフジャケット。伊藤聡さんと一緒に調校した時につけてて、めっちゃこれかっこいいなと思ってこれをつけてます。あとはこれパラソル万力かな。管理釣り場に行く時は泡漬さんのパラソル万力を使ってます。今日は持ってません。プライムエリアのポーチ。これは一番ちっちゃいやつですね。この中はじゃーん、こんな感じです。仕掛け系が入ってます。道糸とかハリスとか針。これはね、じゃん、例えば浮きゴムとか浮き止めゴムとかサルカンとか、そういったものが入っております。次、これも針ですよね。針結構こういう袋から取り出すのが結構めんどくさくて、私はすぐこうパコってやってすぐ作れるようにしてます。次は一番でっかいやつ。これはね、プライムエリアのこれ餌がさ乾燥しないようにするやつですね。タオルは私はね必ず3枚持ち歩くって決めてます。なんでかっていうと、
3枚あればさ、竿も拭けるし、例えばバッグがね砂で汚れちゃったらとしても拭けるし、誰かが入水したとしても拭けるんでね、3枚は絶対入れてます。よし、あとはこれ桶も、これもはるかフィッシングさんと金谷町高有意録でコラボした桶ですね。これピンク色で可愛い。蓋もこれコラボのやつ。あとはグルテンボールと計量カップ、これは以上です。でこれで調香終わった後も結構カピカピになってさ、洗っても落ちない時とかよくあるんですけど、その時もこれに入れて部屋までこのまま持ってってお風呂で洗って乾かせるので、結構すごく便利です。そういう使い道もめっちゃ便利だと思います。で最後ですね、さっきのプライムエリアポーチの一回り大きいサイズです。この中にはもうメインの万力とかを、あと仕掛けも入ってます。こんな感じ。この中にはドボンで使う重りとか、あと重り調整の重りとか、あと棚取りゴムとか、次はこれハリス重り、食わせ皿、ハサミ、浮き止め糸、はるかフィッシングの針外し。じゃん、これはね、竿尻を傷つけないようにする靴下、ハリス重りをつけたりとかするのに便利なペンチ。すごい虹色で可愛いっしょこれ。このでっかい巾着の中には金閣の万力が入ってます。シマノのグローブ、本当は右しかやらないですよね、平石さん。でも私は本当に日焼けがしたくないので両手つけてます。なんで逆にこっから上だけ結構日焼けしちゃうっていう。で最後はオーナーの仕掛け収納ですね。これめっちゃコンパクトで、こんなに薄くて軽いのに最大で12個仕掛けが入るんですよ。すっごくこれ便利なんですよ。はい、それでは以上私のバッグの中身でした。じゃん、終わり。全くこれ本当に参考にならないんですけど、なるべく荷物を少なくっていうのを心がけてます。最初に見せた通りきっちり入れて、そしたらきっちり入れることによって1個でも物をなくしたらすぐ分かるので、釣り場に荷物を忘れるというのが一番嫌なので、とにかく1個でもなくしたら分かるような感じにしております。次ロット紹介の前に一つ皆さんに紹介したいものがあるので、そちらをどうぞ。はい、私が紹介したいものはこちらなんですけども、こちらは何かっていうと、ゴールドメイトさんの非常用などに使えるバッテリーですね。こちらは、ざっくり言うとコンセントが挿せるモバイルバッテリーみたいな感じですね。でこちらはじゃじゃん、横に4箇所コンセントが挿せるところがついてるんですよ。でこれは充電式なので、使い方としてはこちらのコンセントでこの一番下にあるところでこれを挿してもらって、普通に家でこれをコンセントをどっかにポンって挿してもらうと、この本体がね充電できるんですよ。で充電が完了したらもうこれは使えません。はい、まずこちらの電源を入れます。ピッとピーってやったら電源が入りました。でここに液晶画面があるんですけど、これが充電どんぐらいあるかなっていう指標ですね。この状態になったら充電したいもの、例えばスマホとかそういった充電したいものをここのコンセントに差し込みます。じゃん。じゃあ私はねちょっと今からゲームしたいんで、ゲームを充電していきましょうか。スイッチをね充電してみましょうということで、充電本当にできんのっていうことで充電してみます。これ本当に充電できてんのってことなんですけども、
充電できてます。ほら、ちゃんと充電ができてます。そうなんです。これこんなに簡単に充電ができるんですよ。結構さ、こうコンセントタイプっていうのはなかなかなくてですね、すごくこれは便利ですね。しかもすごく見た目もスタイリッシュでおしゃれな感じのデザインですね。釣り人とかアウトドアをやる方は車内泊をする方もいると思うんですけども、これを一つ持って車内泊するだけでスマホの充電もできますし、その他充電したいものはすぐに充電ができますね。しかもコンセントなしなので外でも使えるんですよ。もちろん防災の時も便利で、これ1個あるだけで安心できるんじゃないかなと思います。家でも使えるし外でも使えるし、すごく便利な商品なので私は重宝しております。気になった方は概要欄に商品のページが載っていますので、そちらをぜひチェックして詳しい情報は見ていただけたらなと思います。はい、それでは最後にロッドケースの紹介をしていきます。で、私のロッドケースは、バッグとセットのものを使ってます。こちらはマルキューのローズレッドです。じゃあ紹介していきます。これはね、1、2で2層式になってるタイプなんですけども、じゃあまず私はですね、こっち竿とあと浮き箱とかっていうのに分けてるので、最初浮き箱の方から紹介していきます。いただきます。ちなみにこのストラップなんですけど、とあるナマズ釣り大会でレディース賞をいただいた時にプレゼントで景品としてもらったやつで大事にしてます。じゃあ紹介していきます。こうやってこっち開けると浮き箱とハリスと、あとこれはダイシンさんのヘラインという商品ですね。以前動画でも紹介したんですけど、これ巾着もついててすごくデザインがねおしゃれなんですよ。これね、巾着ついてるとさ、私も一回あるんだけど、ここのネジをねなくした時にこの中にとどまってくれるからなくさないっていう、めちゃくちゃこれは愛用してます。次、ハリス箱。これちょっとね中見せらんないわ。ちょっと今ね全然作ってなくて中はちょっと見せらんないですけど、まあこんな感じ。一瞬だけ一番メインであろう浮き箱、こちらの浮き箱はですね、泡漬けさんのものを使っております。巾着もあります。こっちはですね、普段使う浮きが入ってます。力也さんの浮きだったりとか、クルージャンさんの浮きだったりとか、あと最近なぜか使ってない電球機も入ってる。こんな感じです。で、あと他にクルージャン専用の浮き箱もあって、それは車に積んであります。こんな感じです。続いてメインの竿を紹介していきます。竿はこんな感じです。もうね、ほぼ使う竿はねほぼ入れちゃってるっていう感じです。この中何か紹介しようかな。何入ってるかざっくりと紹介していきましょうか。じゃあ私が持ってるこの中に入ってる浮きは7尺から24尺が入ってます。でこの中にもタモノエと竿掛けもこの中に全部入ってて、竿掛け勝ち時さんの竿掛け、これモンチクのシリーズ、日本版物のやつですね。タモノエは勝ち時のめぐるシリーズ。あとはね、
風切りだったり柳だったり、こうやって見るとねちょっと結構入ってんなって感じ。私のね竿率としてはね、やっぱりこの暁と、あと翼かな、翼が多いね。翼はほんと軽量竿で廃盤なんですけど、すごくお気に入りで使ってます。でこの竿のおかげでね、私落とし込みができるようになったので大好きな竿です。これ風切りはね本当にすごく、まあ見た目も可愛いですし、でもとにかく動画映えするんですよ。真っ白だからね、動画映えする。あとはこれですよ、線香。線香はね帯塚で入魂しましたからね。これも線香だな。あとこれだね、軽線気表。これはあれだね、カネヤンがこれは私に買ってくれたやつです。ちょうど9尺が持ってないからっていうことで、まあこんな感じですね、ざっくり紹介すると。で一つ皆さんに初お披露目する竿があるんですよ。じゃじゃじゃん、こちら見えるかな。こちらはですね、以前ちょこっとね動画で紹介したと思うんですけど、ヘラ竿の常盤さんで購入したいぶきです。まだね動画では使用したことが一度もないですよね。これは次回実況動画をね撮影させていただく予定なので、そちらの動画も興味ある方はぜひ見ていただきたいなと思います。いやー、ほんと中身空っぽじゃないですからね、ちゃんとほら入ってますからね。これもちょっと楽しみだね本当に。じゃあそんな感じですよね、私の竿の中身は。たまにコメントでいただくんですけど、ももちさんは釣り場に持っていくときに何本ぐらい竿を持っていきますかっていうことなんですけども、まあ、私は本当見ての通りもう全て持ってきます。7尺から24尺までいつもこれは必ず持ち歩いてます。まあ、なんでかっていうと、私たちはこう動画も撮るわけじゃないですか。なので急遽例えば野釣りで24尺振ろうと思っても、例えば人が入ってたりとかしたら、じゃあもう缶釣り行くかってなる可能性とか、ちょっと違う場所でやっぱ撮影するかってなる時もあるので、何があるか分かんないので、とりあえず7尺から24尺の竿はだいたい尺刻みで1本ずつ入れてますって感じです。まあ、もし何か他に気になることとかコメントあったら、ぜひコメント欄にたくさんコメントしてください。真摯に答えますので。ということで以上、私の竿ケースとロッドケース紹介でした。それでは以上、私のバッグナグの中身紹介でした。こういったバッグの中身紹介とか私したことなくてバッグの中身紹介とか私したことなくて、私結構 YouTuber さんの見る側で中身とかバッグとかね、バッグの中身は YouTuber さんのやつを見る側だったので、自分が紹介する側になるとは思わなくて、ちょっとうまく紹介できてるか不安なんですけども、もし何か不明なこととか、ちょっといつもこれどうしてんのみたいな時はコメント欄に、コメントしてくださると嬉しいです。あとは他のいい収納方法とかもあったら、ぜひコメントで教えてくださったら嬉しいなと思います。それではなんか久々のちょっと店内紹介でちょっとドキドキしたんですけども、久々の自宅撮影ということでちょっとドキドキしちゃったんですけども、今日はですねバッグの中身を紹介させていただきました。もしこの動画が好評だったら、次はカネヤンかケンケンかトシくんかやると思うので、ぜひ期待していてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の超後編で会いましょう。さようなら。